こんにちは、オズビーです。今回は回転させて溶岩を組める回転式無限マグマの作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロック部分は溶岩を使用するので燃えないように、石系のブロックなどを使用するようにしてください。材料には入ってないですが、空バケツは補充用として、多めに用意いただいていた方が良いかと思います。アイテム数は数え間違いもございますので、あくまでも目安として参考にしてください。では作り方の方へ移りたいと思います。今回の装置は縦6マス×横15マスの範囲で作成します。まず最初に深さ2段で穴を掘ります。その左側に深さ1段で穴を掘ります。さらにその左側を深さ2段で掘っていきます。左側の2段目の側面にトーチを1つ設置します。右側の下にはレッドストーンダストを設置しましょう。トーチ側から真ん中部分にこの向きで、リピーターを1つ設置しておきます。リピーターには2回タップしてチェーンを入れておきます。トーチの上とレッドストーンダストの上にそれぞれ、ブロックを1つずつ設置しておきます。そうするとこのように点滅しているはずです。トーチの上のブロック部分にレバーを設置し、レバーを引いて一度点滅を停止しておきます。レッドストーンダストの上のブロック部分には、レッドストーンダストを1つ設置しておきます。レッドストーンダストの後ろ部分に黒曜石を1つ設置します。黒曜石後ろのこの部分に、こちらを向くようにピストンを1つ設置します。黒曜石の左斜め後ろから横方向に、大釜を9つ並べて設置していきます。今設置した大釜の後ろのこの部分から、今度は1つ多く10個大釜を設置します。合計19個になっていれば OK です。背面側のこの位置に正面側を向くように、ピストンを1つ設置します。正面側の1マス開けた場所の後ろに、背面側を向くようにピストンを1つ設置します。背面側のピストンのこの部分に、大釜の方を向くようにピストンを1つ設置します。正面右のピストンの後ろ部分に、黒曜石を1つ設置します。正面左の奥のピストンの前部分にも、黒曜石を1つ設置しましょう。背面部分のこの箇所にも、黒曜石を設置しておきます。4つのピストンの後ろ側にそれぞれ、ブロックを1つずつ設置しておきます。最初の方に設置したレッドストーンダストから、ピストン後ろのブロックまでレッドストーンダストを設置。ブロックの後ろ部分にリピーターを2つ設置します。リピーターはそれぞれ1回ずつタップして、チェーンを入れておきましょう。リピーターの奥とブロック手前に、レッドストーンダストを設置しましょう。先ほどと同じようにブロックの先に、リピーターを2つ設置しましょう。こちらも同様にリピーターそれぞれを、1回ずつタップしてチェーンを入れておきます。リピーターの先から反対側の、ブロック部分までレッドストーンダストを設置しましょう。先ほどと同じようにブロックの先に、リピーターを2つ設置しましょう。こちらにも1回ずつタップして、それぞれチェーンを入れておきます。リピーターの先からブロックまでに、レッドストーンダストを設置します。一度レバーを倒してみて、ちゃんと回転するかを確認します。大釜がちゃんと回転していれば OK です。この時ちゃんと回転しない場合は、リピーターのチェーン忘れがないかを確認ください。確認できたので停止しておきます。正面のレバーとリピーターの後ろを掘って、そこにラージチェストを設置します。ラージチェストの左側を、2×2 の範囲で1段掘っておきます。ラージチェストの左側に接続するように、しゃがみながらホッパーを設置します。ホッパーの左側にこの向きで、コンパレーターを1つ設置します。正面側の2マスにはハーフブロックを設置します。コンパレーターの左側には、レッドストーンダストを設置します。レッドストーンダストの正面側にこの向きで、ドロッパーを1つ設置しておきます。
ドロッパーの背面に接続するように、しゃがみながらホッパーを設置します。ホッパーとドロッパーの上に、しゃがみながらラージチェストを設置します。正面右手前のピストンの上に、仮ブロックを3段設置します。仮ブロックの2段目部分から反対側の、ピストンの上部分までブロックを設置します。背面側にも同じ数だけブロックを設置しておきます。仮ブロックの3段目から今設置したブロックの、周りを囲うようにしてブロックを設置していきます。仮ブロックは壊してブロックに置き換えておきます。残りの仮ブロックも壊しておきましょう。今作った溝部分すべてに漏れがないよう、溶岩を流していきましょう。あとはこの下のブロック部分すべてに、鍾乳石を設置していきましょう。こうすることで溶岩が鍾乳石を伝って、下の大釜に溜まっていってくれます。あとは溶岩が鍾乳石を伝って、大釜に溜まるのを待ちましょう。ドロッパー上のチェストの中にある程度、補充用の空バケツを入れておきましょう。装置を使用する前にはインベントリの中は、すべて埋めていっぱいにしておきましょう。そうすることで溶岩入りバケツを回収せずに、そのまま前にドロップしてくれるようになります。前にドロップした溶岩入りバケツはホッパーに座れ、それを感知してドロッパーがからバケツを吐き出します。レバーを倒して大釜を回転させて、回転している大釜を狙って溶岩を組みます。こうすることでからバケツを持ち替えなくても、この場で溶岩を回収し続けれる仕様です。ホッパーに座れて回収された、溶岩入りバケツは隣のチェストから回収できます。また使用し終えた空バケツをこちらのチェストに、戻しておくことで再度使用するときに補充されます。使用済みのバケツはこちらに戻すようにしましょう。いかがでしたでしょうか？今回は回転させることでその場で回収できて、バケツの補充機能もついた、無限に溶岩を汲み取ることができる、回転式無限マグマの作り方のご紹介でした。燃料やトラップなどに使用する溶岩を、無限に入手できて便利な装置になります。よかったら参考にして作ってみてくださいね。今回参考にさせていただいた方の動画は、概要欄にリンクがあるのでそちらもご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。猫っこ